こんにちは、レート開発の K です。今回の動画はですね、この JA11 ジムニー用の結構待望のって感じになると思うんですけど、待ってた人は待っていてくれたと思うんですけど、純正のこのプロペラシャフト、メタルプロペラシャフトで、このジムニー用のサイズが出る予定となりましたので、ちょっと早めにこれはお知らせした方がいいなと思ったので、このお知らせ、専用サイズが出ますよっていうお知らせと、あとは、もう、それがメインです。それがメインなんですけど、ちょっとそれだけだと動画すぐ終わっちゃうので、一応動画撮ってる今からだとあさってからですね、ちょっとキャンプロケっていう形で、キャンプしながら、ラジコンを走らせたり、あとはちょっと動画撮影とかですね、写真撮影とか、そういうことをしてくるっていう予定があるので、その時に走らせてくる車の準備という形で、この緑の方、今回こっちの方に、この、早速ですね、メタルプロペラシャフトのジムニー用のサイズのやつを取り付けるところまでの動画にさせていただこうと思ってます。で、ちょっとまだ、その、詳細なですね、日程をお伝えすることができなくて申し訳ないんですが、それでも早めにお伝えしておかないと、特にこれ、単品での販売はもちろんなんですが、メタルアップグレードパーツセットってあるじゃないですか。あれに、これが含まれたもの。つまり、ですね、さっき持ってたこれが、もともとメタルアップグレードパーツセットに含まれる、プロペラシャフトで、サイズとしてはですね、号級の65っていうやつ。号級の65っていうやつが、今までのメタルアップグレードパーツセットに含まれてたんですが、もちろんこれは継続で販売します。単品もメタルアップグレードパーツセットにこれがついてるっていうのも、今まで通り販売するんですけれども、それに加える形で、これですね、サイズとしては62の72っていうやつになるんで、今までのやつよりちょっと長いやつ、長くなるんですけど、ちょっと画面で分かりづらいかもしれないですが、このアウターシャフトは一緒なんですよ。ここは。で、こっちのインナーシャフト、細い方ですね。この中にはまってる方のシャフトが、ちょっと長いんですね。こんな感じで。ここちょっと飛び出てるじゃないですか。なんか。これ今もう一番奥まで入れて、この長さです、今。下が今まで通りの号級の65ですね。で、上が新しくジムニー用のサイズで出た62の72。こんな感じなんですけど、インナーシャフトだけ長いと。で、これがですね、すごい便利な長さで登場してくれたので、ちょっとその辺をお話ししながら、もう実際にですね、取り付け作業もしていこうかなと。あくまで、あさってのロケの準備でっていう形にはなるんですが、何がいいかというと、ノーマルギアボックスにプロペラシャフトをメタル化したい。ギアボックスがノーマルでメタル化したいっていう時に使えるのが、このサードパーティー製の67の87っていうやつだったんですよ。で、ちょっとややこしいんですけど、一応説明しますね。ちょっとちんぷんかんぷんになっちゃうかもしれないですけど、今まで、ちょっと待ってください。僕も頭の中ちょっと今、ちんぷんかんぷんになりそうなんで、もう一回言っていいですか？今までのノーマルギアボックスに組み合わせようと思った場合は、このサードパーティー製の67の87。で、この車体みたいに、2スピードミッション、2スピードミッション積んでますっていう場合に、組み合わせて使えるのが、この短い方。今までずっとあった、この短い方の号級の65ってやつ。これだったんですよ。で、その両方、どっちでも使えますよっていうサイズで、これ出たんですね。新しい62の72ってやつ。ちょっとややこしくてごめんなさい。この、今日ご紹介する62の72。これだと、ノーマルギアボックスでも、2スピードミッションでも、どっちでも問題ない長さで使うことができます。じゃあ、ちょっと取り付けますね。もう、ワイパー取れてましたね。ちょっとこれ正直ちょっと取れやすいですよね。ちょっと取れやすいですけど、はい。これちょっと取ったまま作業しますか。最後につけるんで。これ今、ノーマルギアボックスに、ノーマルのプロペラシャフトがついてます。ちょっとこれで今回は入れ替えていきます。もちろんさっきお伝えした通り、2スピードミッションに組み合わせても問題ないです。で、これ前、何の動画だ？そう。この緑色のジムに、ちょっと覚えてる方はいるかわかんないですけど、
これ以前動画で登場して、こっちがノーマルを維持していきますと。で、こっちの緑色の方をちょこちょこいじっていきながら、まあその違いをご紹介していきますよっていうふうにお伝えしてたんですが、ちょっとその間が長く空いちゃったんですけど、その後の1個目のカスタムですね、今回は。このプロペラシャフトをメタル化しますっていう。で、ちょうどこのタイミングで、今回新しいサイズのメタルプロペラシャフトが出ることが分かったので、まあちょっとこれは早めにお伝えしておかないと、特にメタルアップグレードパーツセット、あれを、これが含まれるやつ、出るって知ってたら、そっち買ったのにってなっちゃう人が出ると、ちょっと申し訳ないなっていうのがあったので、動画でちょっと告知させていただきたかったなっていう感じなんですよ。はい。じゃあちょっとこれつけていきます。ちょっとプロペラシャフト今回組み立てちゃってあるんですけど、まあ大丈夫ですね、この組み立ては。もちろん今までの動画見れば、これの組み立てみたいな動画はあるので、これ実際組み立てよくわかんないなっていう方、その動画もですね、参考にしていただければと思うんですけど、ちょっと映しながら難しい。ちょっと角度変えます。いや、ちょっと、あれカメラの角度限界でしたね。こう。はい、ちょっとこれでなんとか説明しながらいきたいと思うんですが、ここに今、フロント側ですね。フロント側をもうすでに装着した状態で、あと芋ネジ止めるだけですね。はい、で、今から芋ネジつけていくんですけど、できればロックタイト使った方がいいですよと。お、ちょっと出てる。これほんのちょっとですよ。本当にちょこっとつけて、もうゴマ粒より小さい。ゴマの半分ぐらいです。本当にちょこっとつけて、で、ここに D カットって言って平らな部分が、このインプットシャフト側ですね。こっち側にあるはずなんで、そこの平らなところにめがけて、芋ネジをねじ込むと。まあ、今回は本当に、このジムニー用のサイズのメタル、まあジムニー用というかジムニーに問題なく使えるサイズのメタルプロペラシャフトが出ますよの告知動画みたいな、早めにお知らせしたい動画みたいな感じなんで、ちょっと詳しい組み立て方みたいなのはちょっとやらないですけど、とりあえず取り付けてこうなりますよっていうところぐらいはお見せしたいなと思いますので、ちょっと取り付けしてしまいます。ちなみにこの実験用車両じゃないですけど、このカスタム例としてこれからコツコツいじっていきますよっていうこの緑色の車体ですね。これでメタルアップグレードパーツセットの取り付けもやる予定でいますので、その時には改めて、もう結構前の動画になっちゃうんで、メタルアップグレードパーツセットの組み付け方みたいな動画、すでにあるんですけど、かなり前の動画になってしまうので、また改めてやる予定ではいますので、よければですね、またそちらも改めてチェックしていただければと思います。その詳細な組み立て方については。はい、リアも一緒ですね。ここネジ緩めて、ここも緩めて、ちなみにこの車体はファーストロットの方ですね。もちろんセカンドロットの方でも問題なく使えますし、取り付け方も基本一緒ですね。はい、もうリアも一緒ですね。リアも全く同じ作業ですけど、ちゃんとネジロック剤つけて取り付けると。この D カットの位置だけ気をつけながらですね、ちゃんと平らな面にめがけて締め込むっていうのが大事ですね。はい、OK です。ここ前後取り付けて、まあそんなに難しい作業じゃないんで大丈夫だと思いますけど、前後取り付けて、紐ネジですね。これのネジロック剤の塗布だけ忘れないようにして取り付けましたと。こんな感じでもうバッチリサイズです。ぴったり。で、このかなりもともとちょうどいいサイズになっているので、こんな感じでカスタムしてる車体で2スピードミッションになってますっていう場合でも、これ実は実際動作チェックも含めてこれに取り付けしてあるんですけど、これがもう62の72が実際についてるんですけど、この2スピードミッションとの組み合わせでも、問題ない、不安なく使えるサイズ感になってます。これは便利ですよね。このプロペラシャフトさえ用意しておけば、まあ、ノーマルのこのミッションでも、2スピードミッションでも、まあ大体どのような組み合わせでもですね、安心して使えるサイズになってますので、いいなと思います。
はい。ミラー、ちょっとミラー取れちゃってたんで、それもしっかり付け直して、はい。これでですね、一応、このカスタムしていく方の緑色の車体、これがホイールウェイトが入ってます。で、ソフトタイヤですの状態で、メタルプロペラシャフトまで付きました。で、ちなみになんですけど、このホイールウェイト入れた場合は、駆動系に結構やっぱり負荷がかかる大きさっていうのが増えますので、この中に金属のドーナツ状のホイールウェイトってあるじゃないですか。ああいうようなものを入れて、このタイヤ周りがですね、重くなった場合は、当然この辺駆動にも負荷がかかりますので、こういう風にですね、強化していただくのがおすすめです。はい。じゃあ、これでですね、また実際に走って、このノーマル車体と、この、今回はホイールウェイトつけました、プロペラシャフトをメタルにしました、これのですね、走り比べみたいなのを、あさってのキャンプロケに行って撮ってきて、またもちろん動画でですね、その様子ご紹介させていただければと思います。で、多分その後、これをメタルアップグレードパーセットつけて、また走らせてっていうようになるかなと思います。はい。じゃあ、今回の動画ですね、本当にパーツのあんまり普段ないかなと思うんですけど、こういうものが販売されますよっていう予告の動画でした。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。